薬売りさんじゃないですか。あの人が坂井家の化け猫騒動を鎮めたんですよもののけとな。しかし貴殿は、ただの薬売りではないか。ただの、薬売り、ですよ。この子が生まれたがってるの。あなたは、誰？50年前からずっとこの中にそんな、いるさ。ない。だな、今の言葉。無限の説理は、我にあり。あの日の思いが今、思い出語りとして蘇る。不況用にも使えるシリーズ最新作、ついに登場。ゆっくりレ夢ムのアニメ推し語り。もののけ編。この動画は、以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？今日も今日とて、やっていこうね。今回の作品は、画面いっぱいの人生絵巻、千年女優。千年女優は、2002年9月に日本で公開された、今里監督による、87分のオリジナルアニメ映画作品だよ。アニメ映画は初めて紹介するね。実はこの、千年女優。2001年の超有名作、ジブリの、千と千尋の神隠し、と並んで、第5回文化庁メディア芸術祭にてアニメーション部門の、大賞を同時受賞しているんだけど、記憶にある方はいらっしゃるかしら。当時は朝のテレビニュースでも取り上げられ、ウプ主はそれで初めて存在を知りました。と言っても、この時国内ではまだ未公開で、実際に見たのは随分後なんだけどね。最近でも、ツタヤシネマハンドブックで、栗原類が、見るたびに味が出る10本の一つに選び、自分の美の価値観が変わった作品、と言及していたりと、日本内外を問わず、長く語り草にされている作品でもあるよ。舞台は、現代日本から。物語は、宇宙の月面基地の大写しから始まる。約束したのよ。必ず、会いに行くって、宇宙飛行士の女性は、そう言って笑いながら、二度と帰らぬロケットへと乗り込む。そこで短い地震に襲われ、男はビデオを止めた。車へ向かう際に、ビデオが巻き戻されていく。それは、かつて一世を風靡したある女優のものだった。しがない映画制作スタジオの社長である男、立花は、銀英株式会社を長く支えてきた大女優、藤原千代子の足跡をたどるドキュメンタリーを作るため、カメラマンの井田を伴い、隠居した彼女の邸宅へと向かう。千代子は一線を引いてからは長く人から離れた生活をしていたが、立花はインタビューとは別に、ある渡し物を持ってきていた。それは、箱に入った一つの鍵。感慨深そうに語らう千代子に、またしても自信が割って入る。自信には何かと縁があるのかしら、という茶目っ気のある言葉を皮切りに、彼女の出生と、その生涯にまつわる恋の思い出が語られ始めた。現実的なあらすじだね。本編をまだ見ていない人には、特報の映像から、大々的なストーリーのアニメ映画と思われているかもしれないけど、あらすじを見ての通り、この、千年女優、実のところ、順当なジャパニメーションアニメ、と見せかけて、蓋を開けてみると、あまりエンターテイメント的ではない題材を、限りなくエンターテイメントとして書いている、作品なんだ。平たく言ってしまえば、この映画で視聴者が見ることになるのは、架空のドキュメンタリー映画の撮影のために行われている、インタビューを介して明かされる、藤原千代子という老女優の一生、そのものであり、それ以上でも以下でもないんだよね。なので、ウプ主もこれは大好きな作品なんですが、毎回人に勧めるときに、どう勧めればいいか言葉に困る作品です。しかし、今の時代ならボヘミアン・ラプソディが公開されてるし、
エンターテイメント化されたドキュメンタリー映画の面白さというのは、皆さんにも想像していただけると思う。では、フレディ・マーキュリーの電気が音楽によって形作られるのなら、藤原千代子という人物の電気は、どのように表現されるのだろうか。千年女優というアニメをエンターテイメントたらしめているのは、まさしくこの人の生涯の見せ方に集約されているよ。女優を語る上で欠かせないのが、個人の生き様と出演作品での活躍。千年女優では、彼女が商店の一人娘として生を受け、初恋をきっかけに銀営の新人女優として歩み出す、現在までの道のりを書くにあたり、千代子個人の体験した出来事、と、彼女が演じた銀幕のストーリー、この二つを常に重ね合わせて物語を進めていく構成になっているんだ。画面は千代子の語りとともに、本来いないはずのインタビュアーとカメラマン、立花と枝を巻き込む形で、回想されている過去の空間と現代の空間を、行き来するような演出がされていると同時に、過去の回想とそのまま結びついた彼女の出演作の数々のシーンが、あらゆる場面転換のタイミングでスイッチングされて繋げられていく。藤原千代子の個人史、女優の出演歴、それを見守りちゃちゃを入れる観客兼裏方。これらが混然一体となって見せつけられていくうち、藤原千代子が女優としても女性としても成長しながら、それでも数々の名シーンに通底して自らを輝かせる。一途すぎる千代子の思いの強さ、に、観客は感じることとなるよ。この、作品内の現実と幻想、虚構が入り混じるメタ的演出構成は、奇才、今聡監督の代名詞とも言えるアニメの技法、代表作である、パプリカ、まで連綿と貫かれたその手法は、一人のキャラの行動を主軸にして別の場所、年代のシーン並行するなど、何かを起点に、瞬間的に違う状況のカットをつなぎ合わせる、ことで、場面転換の効率化、と、時間経過の簡略化、を同時に行いつつ、アニメーションとしての映像美も兼ね備えているんだ。ちなみに恐ろしいことにこれ、まだセル画で描かれた作品だからね。監督の処女作であるサイコホラー、サスペンスの、パーフェクトブルー、では、観客を主観に引きずり込んで混乱させるために活用されていたけど、2作目にあたるこの、千年女優、では、時代劇、近代日本史、近未来 SF と、様々な時代背景の舞台を千代子の年月と共にまたいでいくため、ドキュメンタリーの枠を超えた、ドラマチックな華々しさを演出しているよ。作中ひっきりなしに登場する彼女の数々の出演作は、一枚一枚、すべて監督の手でポスターが書き下ろされており、それぞれどんな話なのか、一つを除いてあらすじもちゃんと考えられているよ。千年女優の感想で、どこかで見たような画面ばかり、というものを見たことがあるけど、それもそのはず、出演作そのものや、そこに登場するキャラクターは、その当時の既存の邦画をしっかり参考にして描かれているので、映画通の人であればあるほど、元ネタが分かって楽しいこと間違いなし。映画の中心となる藤原千代子に関しても、伝説として評価されるも突如表舞台から姿を消した女優、原節子。そして、特に戦後の名作で大衆に愛された女優にして文筆家、高峰秀子。この二人がモデルになっているよ。作中の冒頭での千代子の語りには、高峰秀子の、私の都政日記、が、実際に引用されているのがその証拠。往年の邦画史と日本史を、同時に体感できるのも、千年女優、ならではだね。さて、架空の役者の話ともなれば、それを演じる現実の役者も欠かせない。藤原千代子は作中で3世代の姿が登場し、清純な少女時代は、当時売れっ子若手声優であった折笠文子が、女性らしい中年時代は、ニュースのナレーションでもおなじみの小山真美が、最初に登場する老年の姿を、大ベテラン庄司美代子が務めているよ。本人たちからは、少女の声も出せるのに、と言われているけど、例えば折笠文子の選ばれた理由が、色気がないから、だったりと、その年齢それぞれが持つ千代子の特徴を、しっかり鑑みられたキャストとなっているよ。立花役は、後の今聡作品に常に出続けることとなる。実際本人が原節子のファンであった飯塚正蔵が熱演。関西弁を喋るカメラマン井田には、敵役の小野坂正也が当てられ、千代子の記憶に常に登場し続ける。鍵の君には山寺宏一。傷の男には塚山正音と、聞き応えたっぷりの声優陣。個人的には、
銃器とか裏の陰謀に一切関わってない、少女のような一般人女性をやっている小山さんの声が聞けて幸せになれる。ちなみにこの映画には、サブキャラの役柄で、石森達之や鈴沖弘隆といった、今では個人になられた、懐かしい人の声も聞けるので、そういう意味でもおすすめです。ところで、この、千年女優。この以前の作品が、監督の処女作アニメ映画、パーフェクトブルー、なのは言ったけど、パーフェクトブルー、が、女優に転身したアイドルの精神を、ストレスと狂気が侵食していくゴリゴリにシリアスな物語だったのに対し、次の作品の予告で出たのが、千年女優、というタイトルで、キャッチコピーが、その愛は狂気にも似ている。もしリアルタイムで真面目に監督の映画を追っかけてたら、またああいう作品だったらどうしよう、と震えていたかもしれないなぁ。作品についての推しが大体発散されたから、じゃあスタッフやらについてでも話すか。千年女優を作ったのは、アニメの老舗、マッドハウス。パーフェクトブルーを経験したスタッフが何人かいて、脚本の村井貞之や、美術監督の池信隆、演出担当の松尾光に至ってはジョジョ OVA からの付き合い、キャラクターデザインは綾野作画監督、本田武史が務め、特に千代子の愛らしさの表現に一役買っているよ。そんなスタッフについての話は、実は手軽に触れられます。今監督のオフィシャルサイト、コンズトーンで、監督やスタッフの作業風景の裏話や、千代子の走るシーンのために試行錯誤する裏話が読める。千年女優、への道、というコーナーがあり、その他についての話もまとめて一斉集として書籍化されてます。現在では復刊 .com での復刻版が手に入れられるよ。もちろんネット上のサイトでも読むことができ、インタビューズのコーナーでは、千年女優など作品に関する、海外からのメールインタビューに対する監督の回答も閲覧できるので、今里監督の考えに直接触れられる、貴重なコンテンツだよ。公式書籍では、キャスト、スタッフインタビューあり、絵コンテの一部や設定がもありと盛りだくさんのムック本。千年女優画報、も出ていて、非常におすすめ。実際に何の映画や時代劇が参考にされたのか、という設定面もわかる上、キャストインタビューでは飯塚さんと千代子3人集で、作品の終わり方に対するイメージが全く違うものなのが分かったり、普通情報が回ってこない、主要スタッフ全員のインタビューが掲載されていたり、とにかくこれさえあれば、このアニメ映画を隅から隅まで知り尽くせます。こちらは新刊では売っていないので、頑張って発掘してくれ。新刊が手に入るものだと、他の監督作品でも手に取れる、絵コンテ集があります。今監督は非常に絵コンテを、丁寧に緻密に描き込む人なので、画力を浴びたい人はぜひ、絵を描いている人なら、特に色々と参考になるんじゃないかな。ちなみにこの、千年女優。今監督は舞台化もしたいと考えていて、実際に女性の5人劇団、Take It Easy の手により舞台化しております。作風から、立体化不可能、と言われていたこの舞台化だけど、アニメで千代子や他のキャラが様々な形で立ち回っていくこの物語を、小道具は5脚の椅子のみ、登場する200人以上の全てのキャラを、5人の女優のみで入れ替わり立ち替わり演じる。入れ子キャスティング、なる試みで舞台化に挑戦しているよ。ほとんど原作であるアニメ映画と同じ尺でアレンジされていて、2009年に初演の後、根強い人気を受けて2011年に再演されているよ。初演は DVD になっているけど、中古でしか手に入らないみたいだね。さて、ここまで語ってきたけれど、実はまだ話していない、一番大事な要素がある。それが、この、千年女優の音楽の話だ。千年女優で音楽を担当したのは、サブカル、テクノポップ界隈において、P モデル、P モデルでも知られるミュージシャン、平沢進。この作品の特徴的なところは、作るにあたって監督自身が音楽担当の楽曲に強く影響を受けていて、しかも作品としてしっかり消化しているところ。実は今里監督、平沢ファンの間でも有名なマニアでもあり、パーフェクトブルーでも恐ろしい量の小ネタを仕込むなどしてたりするのだが、千年女優を作るにあたって、初期段階の時点で今監督の中では、
エンディングに平沢進のロータスが流れる、という構想があり、最初から平沢進の音楽以外考えられず、本人に依頼したそうだよ。その当時の平沢は、たまたまミャンマー錬金術をモチーフにした、ソロ、アルバム、賢者のプロペラ、を鋭意制作中だったんだけど、今監督の熱意に押され、仕事を承諾。その結果、自分のアルバムと映画サントラの作業を並行するため、平沢は、制作中のアルバム曲からいくつか抜き出して、映画のサウンドトラック用にアレンジし直し、依頼されたロータスは、ミャンマー錬金術の思想も組み込まれ、ロタテオン、ロータス2、という新曲へと生まれ変わった。そのため、この、千年女優のサウンドトラックの曲は、ほとんどが平沢進の、賢者のプロペラ、に収録されている楽曲と、素材を同じくしたものとなっているんだ。エンディングの、ロタテオンのメロディは、千代子のテーマとして、様々な曲の色合いの中に組み込まれて散りばめられ、本来、賢者のプロペラ、で全く別の曲同士だったものを、藤原千代子という、千年女優の人生模様を表す曲として、新たに再構成していて、非常に面白い、個人的な感想を述べると、自分は平沢から今聡を知った人間なので、初めて千年女優を見たとき、生々しさのあるアナロジーな質感のある絵に、明らかな打ち込み音源のピアノやシンセ、弦楽器による、ある種チープにも感じられそうな BGM が組み合わされているにもかかわらず、なぜか作品全体として、絵と音楽の親和性に、違和感を全く感じないことが不思議でしょうがなかったよ。一方で、この作品には今監督の意向で3曲、賢者のプロペラ以外から引用された楽曲も使われている。それは、平沢進が1984年に結成したユニット、シュンのアルバム、ランドスケープスと、計算上の訓命の楽曲なんだが、ロタテオンが千年女優のイメージソングを担うなら、この2枚のアルバムが表すのは、千年女優という作品の構造そのもの。前述した通り、この映画の物語の構図は、藤原千代子が記憶を回想する、という一つの大きな流れに、幾重にも小さな関係性を被せることでエンタメとしている。隠居した老女とインタビュアーには、銀幕の女優と観客が潜み、鍵の君を追いかける少女の姿は、藤原千代子の演じた女性でかたどられる。千代子の生涯は、傷の男や年上のライバル女優の姿で彼女を阻み、千代子に思いを寄せる立花は、いつしか観客を辞め、助立ちする男となる。物語は、このように常に全体的にも細部であろうと、同じものの重なり合いである、入れ子構造によって形作られているんだ。シュンからの引用曲は、まさしくその入れ子構造。もとい、自然界で地形などを形成している、フラクタルを利用した作品なんだよね。正確に言えば、映像用のフラクタル幾何学のプログラムを、無理やり音楽に流用して音を出力して作られた楽曲。つまり、フラクタル、入れ子構造による音楽を、今監督は意図的に、この、千年女優で使うことを決めていたんだ。実際にインタビューでは、アイデアの面でも強い影響を受けていることを、監督自身も認めていて、もっと設定段階の細かい部分でも、アイデア元の曲が存在していたりするようです。実は平沢進の音楽というのは、単に商業的な仕事を飛び越えて、千年女優という作品と深く結びつけられているんだね。このつながりをきっかけに、今監督と平沢進のタッグは、代表作の、パプリカ、唯一のテレビシリーズ、妄想代理人、に続き、今監督は幻の次回作、夢見る機会、の打ち合わせを最後に、2010年、46歳の若さでこの世を去りました。漫画連載からスタートし、アニメに携わるようになってからは、オリジナルアニメ映画は4本、テレビで流されたアニメは2本、次回作となるはずだった、夢見る機会、あまりに初期段階で遺作となってしまったため、劇場版をプロデュースしていた、ゲンマッパスタジオ M2 代表の、丸山正夫氏の判断のもと、制作が断念されました。しかし、監督の没後7年後の2017年、フランス大手アニメ情報サイトキャツカにて、ジャパンエキスポでの日本のアニメ史に関する講演会で、丸山プロデューサーが、今監督の長編漫画作品、オーパスのアニメ化プロジェクトの検討を発表したことが報じられた。
そして平沢進の公式ツイッターで、音楽制作に加わっている旨がつぶやかれ、彼のソロユニット、各 P モデルのアルバム、怪=怪にて、オーパスというタイトルの楽曲が収録された。私たちはまだ、目撃できるかもしれない。監督が、藤原千代子の人生を最後まで出演作で彩ったように、今里のいなくなった世界で、人の手で生まれ直した今里の作品を、因縁に思いを馳せたところでまとめに入ろう。今回の推しポイントをオープン。現実と劇中劇が入り混じるエンタメドキュメンタリー。今里の計算と美しさを備えたセル画アニメーション。キャスト、美術、音楽が演出する女性の一生というドラマ。この作品に関しては、初見の時も後に見返した後も、自分は最後まで見終わった考えを言葉に表せません。なぜなら、あまりにも彼女の人間らしさとその幕引きに見入られて、ただただ彼女が至った境地というのが、たまらなく愛おしくなってしまうのです。今回、あえて触れなかった内容として賛否両論になった、ラストシーンのセリフというのがあるのですが、これこそ、その人の人生経験や視点の違いで受け入れられるか、どう思うのかが変わる肝の部分なので、何回でも、本当にいろんな世代の、いろんな人々に見てもらいたいアニメです。今監督の作品は、その現実的な題材選びとリアルな絵柄から、なぜ実写でやらないのか、と言われがちなアニメですが、むしろ彼の作品こそ、アニメでなければいけない、アニメーションだからこそ感動させられるものと信じています。だから酸いも甘いも噛み分け、引きこもごもを走り抜け、そうして至った人生の岐路に立つ彼女の、記憶の中で1000年もの時すら超えていく人生模様が、羨ましくもまばゆく、恐ろしいほどけなげで、それでも、なんと美しいのだろうと心が焼かれる。私にとっては、そんななんとも肯定したい、愛らしい物語です。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。これで、お別れね。